ウィニー事件。何が正しく何が間違っているのか、それは何を守りたいかによって変わってくるのかもしれません。少なくとも私たちは本当に正しくあろうとしたとき、誰かの人生においては間違ったことをしている悪となるのかもしれません。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。事件の概要。ウィニー事件は PSP 型ソフトという送ることも受け取ることもできるファイル共有ソフトによってもたらされた著作権法違反や情報流出による刑事事件です。ファイル共有ソフトはウィニー以前からありましたが、ウィニーの特徴はその匿名性にありました。内部告発者を守るといった面で画期的な共有ソフトでしたが、それゆえに暴露ウイルスといった卑劣な犯行行為にも使われてしまいました。警察は犯人を逮捕できず、開発者を逮捕することで事件を解決しようとしました。しかし、開発者の逮捕によって流出した情報を止めるバージョンアップができなくなり、被害は逆に広がったとも言われています。2003年に個人情報保護法が制定されるなど、この頃の日本では企業や行政による情報流出も相次ぎ、モラルの面だけではなく、国全体が新技術に対しての意識が低かった時代だったと言えます。時代背景とインターネットの歴史。恋人や家族など遠く離れた相手と思いを共有したい。そう思ったことは誰もがあると思います。その願いは通信技術の発展につながりましたが、いつの時代もそれらは何かしらの障害や問題がついて回りました。例えば、のろしなどは天候や地形によって左右され、手紙やはがきは誰かがそこまで運ばなければなりませんでした。ここでは、ウィニー事件が起きた時代背景と情報技術の歴史について振り返ってみたいと思います。1940年9月11日、電話回線を通して機械式タイプライターを操作したこの日、これが世界初のコンピューターによる遠隔操作となりました。その後、1960年代にはデータの塊を送るのではなく、パケット上に蓄積して送る技術が進み、パケット通信コンピューターネットワーク、ARPANET が登場しました。これが今のインターネットの起源でしたが、思いを共有したいというロマンは第二次世界大戦やアメリカ・ソビエトの冷戦時代では軍事目的として使われるだけでした。1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊してから、インターネットの商業利用が進められてきました。そして日本でも大きな盛り上がりを見せた1995年に Windows 95が発売され、一般家庭でもインターネットを気軽に楽しむ時代がやってきました。ホームページなどを見る程度だったインターネットは、様々なアイディアと技術革新によって新たなサービスが生み出されていきました。例えば、ファイル共有ソフトでは、1999年1月に音楽ファイル共有ソフト Napster がアメリカで誕生しました。1999年5月には、日本最大級の匿名掲示板2チャンネルが開設され、日本文化を象徴するようなコンテンツも生まれました。しかし、2チャンネルでは、2001年に誕生した WinMX というファイル共有ソフトによる違法なアップロードが横行し、同じ年の11月に日本人ユーザーが著作権侵害で逮捕されました。この頃から2チャンネルの悪い噂が囁かれるようになりました。スカイプが登場した2004年、マグニチュード 6.8 の新潟県中越地震が10月23日に発生しました。翌月11月には Yahoo ネット募金が開始され、それから4年ほど経った2009年には、アメリカでクラウドファンディングサービスのキックスターターが設立されました。日本でも東日本大震災のあった2011年から本格的にクラウドファンディングのサービスがスタートしました。アメリカに目を向けると、2006年に Google が
YouTube を買収し、Twitter はユーザーが3億人を突破するなど、西海岸を拠点にする企業の躍進が目立ちました。そんな年の2006年10月、日本ではファイル交換ソフトシェアを使っていた会社員の情報が流出し、交際女性のわいせつ画像ばかりがさらされる事態となりました。このような嫌がらせは女性の方が圧倒的に被害に遭いやすく、2000年代初頭ではリベンジポルノという言葉がアメリカでは使われ始めていました。そして日本でもついにリベンジポルノにまつわる事件が2013年に起きてしまいました。それが三鷹ストーカー殺人事件です。これを受け、2014年には通称リベンジポルノ防止法が施行されました。遠く離れた人と思いを共有したいという人類のロマンは、スマホの登場で多くの人にとって実現したと言えます。しかしその一方で、古より続く常に何かしらの問題がついて回る。この不完全さはまだ解消されていません。逮捕と警察への疑惑。ウィニー事件の前に一つ触れておきたい事件についてお伝えします。それは2001年11月、テレビ放送された警察の裏金疑惑という企画から始まりました。2002年2月には第2弾が放送され、4月には大阪高等検察庁の三井玉樹氏が番組で取材を受ける予定でした。その内容は検察庁を告発するものでしたが、三井氏は虚偽の証書申請を行ったとして逮捕されてしまいました。これは口封じだったとする声もありましたが、結果としてテレビでは警察や検察の裏金疑惑を暴くところまでには至りませんでした。この番組が放送された2000年代初頭、2チャンネルでは逮捕者が出たことで違法なアップロードは自粛傾向にありました。それでも購入しなくてもコンテンツを楽しめる安全な技術を待ち望む声は多くありました。そして2002年4月1日、2チャンネルにこのような書き込みがされました。それは MX の次は何なんだというスレッドの47番目の書き込みでした。暇なんでフリーネットみたいだけど2チャンネラー向きのファイル共有ソフトつうのを作ってみるわ。もちろん Windows ネイティブな、少し待ちな。これは WinMX の利用者摘発後4ヶ月ほど経った頃の書き込みで、2チャンネルで初めてウィニーが言及されたものでした。この書き込みをしたのが、後に不当逮捕される開発者の東京大学大学院情報理工学系研究科助手の金子勇氏でした。こうして発信者の匿名性を確保した画期的な共有ソフトウィニーが開発されました。逮捕されにくいこのファイル共有ソフトは瞬く間に普及しましたが、2003年11月27日に逮捕者が出てしまいました。ウィニーには掲示板機能があり、そこの書き込みからアップロードしたユーザーの目星がつき逮捕につながりました。匿名性を確保したウィニーにおいても、警察の執念で著作権法違反のユーザーは逮捕となりましたが、ウィニーにはもっと重大な欠陥がありました。それはウイルスを拡散しやすい点と、流出した情報を止めることができない点でした。そこに目をつけた悪意のあるユーザーによって暴露ウイルスが作られました。魅惑的なコンテンツを装い、ファイルを開くと、パソコンに保存してあるすべてのファイルが公開されてしまう。このコンピューターウイルスは、なんと国家機関の機密情報まで流出させてしまいました。実は警察関係者などもウィニーを使っていたため、このような前代未聞の流出事件となってしまったわけです。当時の首相、安倍晋三氏が会見で全国民にウィニーの利用を控えるよう求めるほど、日本中が経験したことのない新しい技術の問題に恐怖しました。一刻も早くこの状況を止めたかった警察は、犯人逮捕が困難だったため、開発者の金子氏の逮捕に踏み切ります。逮捕前提で自宅を家宅捜索しましたが、思った結果が得られなかった警察は、やむを得ず金子氏を任意同行で警察署に連れて行きました。
そして調書を取る中で金子氏に自ら不利になる誓約書を書かせるのでした。その結果、著作権法違反幇助の疑いにより逮捕された金子氏は2004年5月31日に検察によって起訴されました。社会に与えた影響。当時、私たちはウィニーを何か恐ろしいものであるように感じていました。ですが、現在私たちがスマホなどで日常的に行っている写真などの共有技術はウィニーと大きな違いはありません。ただ、インターネット黎明期においてまだ不完全な技術であったことは間違いありません。ですが、それは令和になった今も変わらず、違法アップロードやリベンジポルノといった問題はむしろ増加傾向にあります。新しい技術から生まれた新たな問題について、人類はその課題をどう乗り越えるのか、向き合っていかなければなりませんが、このウィニー事件に関して言えば、日本が IT 分野で遅れを取った点も忘れてはいけません。警察が開発者を不当に逮捕したことによって、道具を作れば逮捕されるという前例を作ってしまった結果、日本の技術者たちは IT 技術の開発をためらうようになりました。Google フォトや iCloud といった技術革新は、ウィニー開発者の逮捕がなければ、この日本で進められていた可能性もありました。弁護団の話では、金子氏はプログラミングのことしか知らない素朴な青年という印象だったそうで、彼を救いたいと1600万円以上の寄付金がネットユーザーから集まるほどでした。これが後に Yahoo 募金やクラウドファンディングの着想へとつながったと言えるでしょう。寄付によって裁判費用を確保した弁護団は厳しい状況ではありましたが、7年続いた裁判で無罪を勝ち取りました。しかし、それでも検察は何としてでも金子氏を牢にぶち込みたいという執念を感じたと弁護団は語っています。彼らの中にもきっと何か守りたい大切なものや正義感があったのかもしれませんが、無罪を勝ち取った金子氏は2013年に急性心筋梗塞で42歳の若さでこの世を去りました。日本の IT 技術の可能性を持った青年のプログラマー人生はそのほとんどを裁判で費やされる結果となりました。一方で、このウィニーを使った現職警察官の内部告発によって日本の警察の組織的裏金作りが暴かれることとなりました。これは匿名性の高いウィニーが良心的な使われ方をした光の部分といえる出来事でした。著作権侵害、不法な逮捕、日本経済の衰退、そして今なお続くネット犯罪などと照らし合わせたとき、あなたはこの事件を通して何を感じたでしょうか。事件に関する考えや感想など、コメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。